どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、iPhone 15通常モデル、いわゆる無印のブルー開封レビューでございます。もうこれでね、もういいんじゃないかなって思いますね、正直ね。はい。これなんでかっていうところだったり、今回ファーストインプレッションでございますね。見ていこうかと思うんですけど、前回15 Pro レビューしてます。ファーストインプレッションと、あとアクセサリー類ですね。15 Pro、15も含めて、今回ちょっと紹介するんですけど、こちらも結構好評ですんで、ぜひね、チェックしてみてください。もう一応開封はしてるんですが、今回ね、ブルーにしてみましたね。このダイナミックアイランドなんですけど、付属品はもうね、今回ケーブル、シールはね、青色じゃなくて白色でございました。ケーブルがプロも同様なんですけど、ちょっと編み込みケーブルみたいになってますんで、今回ブルーでかなり薄い、なんか高級感が増したようなね気がしますね。基本的なデザインは変わってないんですが、ダイナミックアイランド入ってますんで、これ地味にヒュッて、じっくりねデザインは良かったです。あと USB-C もね出ますよ。デザインをね、今回テクスチャードマットガラスっていう素材になってまして、で側面がねアルミ素材で、下これ USB-C ですね。ほんとね光当てるとほんと白い感じはするんだけど、ブルーですよこれ一応。で横のやっぱアルミがねワンポイントになってまして、肌触りねめちゃくちゃいいですね。やっぱりね今までのモデルと比べて無印だけど高級感ね非常に感じるモデルになってます。で今回ダイナミックアイランド画面に入ったので、フェイス ID の時とかね、特に音楽とか聴いてる時に結構便利かなと思います。で画面がちょっと 60Hz なんでどうなのかなとも思ってたんですけど、買ってみるとやっぱそんなにね正直気にならないというか、音楽再生中とかにこうホーム画面戻ると上にヒュッてね戻ったりとかします。でここの上で、音楽停止再生とかね、そのままできますんで、やっぱりこう光のある環境下でも、今回、明るさがね1000ニットだったかな、確か14 Pro と同じレベルになったんですよね。すごいね見やすいですね。なんでこうタイマーしながらとかできますし、そのままいけたりもします。上にねこうタイマーの秒数がそのまま表示されて、ここもいじったりすることができるので、非常に使い勝手的にはやっぱ14 Pro とかとそんなに変わんないのかなって感じは受けました。てかデザインがね美しいで美しい USB-C もいいし、はい、カメラの出っ張りもそこまで、感じないのかなと思います。どうですかね皆さん、15のデザインいかがでしょうか。ぜひねコメントいただければと思うんですけども、薄い淡い感じで古いね、グリーンとかもいいんですけど、あとイエローと、ピンクとかありますね。ブラックは高級感あるイメージなんですけど、で今回15 Pro とね単に比較、これ14 Pro で撮ってます。で15はねこのなんだっけチタンになってるんで、カメラ3つあります。電源ボタンとかね基本的には変わらないですね。今回画面が15は常時表示がないです。はい、これ近づけるとエアドロップがね、これ起動しちゃうんですけど、これちょっとねめんどくさいんでどうにか、常時表示がないのでそこの寂しさはちょっとあるんですけど、プロの方はアクションボタンがね今回搭載されてますので、ミュートボタンがなくなってます。SIM カードの位置がね微妙に違うんだけど、チタンとこのねアルミの、どっちもいいですけどね、チタンでもかっこいいんだけどね、正直ね14 Pro でね撮った動画もあるんで見てもらおうかと思う。こうねやっぱ綺麗ですね。普通に14 Pro でもちょっと後で15でも撮るんですけど、なんでこれは今14 Pro で収録してます。どうですかこのカメラ、さっき見ていただいたと思います。今1倍かな、2倍、おお寄れるな。チタンとこのアルミのね質感の違いとかも見れるんじゃないかなと思います。 USB-C とアクションボタンがねない。渋これも微妙に違うね。持った感じはそんなに変わんない。ダイナミックアイランド入ったんですけど常時表示はないので消えちゃいますね。そんなに使わないっちゃ使わないけどね、って感じはね変わんないです。正直デザインどっちもいいからね。 0.5 倍でもちょっとこれ映っちゃうな。いかがだったでしょうか。15と15 Pro のデザインですね。どっちもいいんですけどね、ぜひねこういう理由でぜひコメントいただければと思います。ここは15 Pro、チタニウムがね良すぎるんですけど、15もでも正直ね全然いいなというか、触り心地も非常にいいですし、ブルーのねマットというかの感じ、いいですね。カメラ機能らしくこの48メガピクセル入っておりまして、4800万画素でいくつかちょっと撮ってみたんですけど、4800万画素入ってるんですけど、設定の中でカメラかなのこのカメラの中でフォーマットっていうのがあるんですけど、ここで基本的にはこの24メガピクセルってやつになって
てます。これね15プロも一緒なんですけど、でこの解像度コントロールっていうとこ押さないと48メガピクセルは出てこないなんか仕様になってました。でそうしたらこのカメラの中で40このね比喩最大っていうのがね出てくるんですよ、右上に。そしたら、使えます。これ15プロをそのまま普通に撮った。見た感じやっぱ14プロとそんなに変わんないのかなって思いましたね。はい、いい感じいい感じ。これポートレートで撮ったんですけど、なかなかちょっと編集していい感じになっております。3倍で撮るとさすがにちょっと荒いんですけど、そうですね、これなんで48メガピクセルで撮ってます。普通に綺麗だよな。これなんで20、48がやっぱりきめ細やかではあるかなと思います。これが24ですね。こっち24。これもパキッとしてていいですね。24メガピクセルメインカメラ。ポートレートもね、これが1倍で、こっちは2倍ですね。めっちゃ綺麗けどで、ちょっと外で実際撮ってきた様子があるんで、価格としては0.5 なんでこんな感じですかね。これ1倍で、もう綺麗だけどな、普通で2倍綺麗。これ以上やっぱ光学ズームなんで、10倍、こんな感じですかね。さすがにちょっと荒い。ピーフっていうところを最大にしてると、48メガピクセルで撮れます。綺麗だけどな、普通に。青もね、かっけえしな。いいよ、全然。いい感じでございます。美しい。いかがだったでしょう。これの映像15 Pro で撮ってます。かなり撮ってみた感想としては14 Pro にかなり近いクオリティで、同じセンサーとかが入っているのでかなり近い。でも2倍ズームもできるんで使いやすい思いましたね。でヒーフ仕様が入ったので48メガピクセル、プロローってもうちょっとプロ向けの後ですごい写真の色味とかいじれる機能は入ってないんですけど、ヒーフっていうのが入ったのでかなり容量がですね抑えれますんで、50分の1とかじゃない、普通に4800万画素で560メガピクセルぐらい使っちゃうんですけど、だとやっぱ3メガピクセルぐらい抑えられるんで、これ結構いいなって思いました。使いやすい、普通に綺麗だし、動画も撮ってみましたんでぜひ見てみましょうか。ドルビービジョンだ。60fps ですね、確か。これ今15で手持ちで歩きながら撮ってます。綺麗だけどな2倍までは寄れるのかな。これ2倍6倍まで寄れますね。全然綺麗な気がしますけど、で遠くをちょっと映したいなとこうズームしてやると、ちょっとね救急車タイミング悪いな。手ブレ補正はかなり不分なのかなと言いますねいいですねいいですね。こんな感じでサクッと撮れちゃいます。色味とかも良かったし、ブレがねないんで少ないんでね、iPhone のカメラは今一番スマホの中ではベストなところですね。15 Pro みたいに後でこうログ撮影みたいなのはできないんですけど、十分ね綺麗だよ。正直14 Pro と大してもう変わんない。プロと比べてもそんなに変わらないと思いますけど、はい、ちょっとさっき動画15 Pro だったんで比べてみてください、ぜひね。と一応ですねシネマティックモードでも撮ってみました。で iPhone13 からですね背景をぼかせるって機能があるんですけど、これで撮ったらねやっぱもう普通に綺麗、ぜひ見てもらいたい。シネマティックモードもね試してました。これ4K の 30fps 後ろをぼかした撮影ができます。こう被写体合わせてやったりとか、カラスがねちょうどあそこにいるけど、どうだ、これが3倍限界ですね。でもピント合うな意外と。どうですか、結構いい感じじゃない？これ結構ね好きなんだよね俺。いい感じの映像が撮れる。2倍3倍いいかもしれない。12ミリとこれ何ミリか分かんないけど3倍になるとさすがに多分光学ズームだと思うんですけど、こんな感じでサクッとね撮れるんで、こう奥にピンと合わせていくみたいなことができます。はい、鳥がいる。鳥が鳩にフォーカスを合うなちゃんと。そうこういう映像もすごいいい感じ撮れますね。でもねどうですか、いかがだったでしょうか。シネマティックモードぜひね感想いただければと思うんで、本当にどうですか、綺麗じゃないですか。編集これ全くやってないですよ。ほんと撮った出しっていうか体もねしっかり認識してくれますし、で後で編集とかももちろんねピンボケしてたら変えるとかねったこともできます。あとインカメラですね、こんな正直ね変わってないんですけど、一応14 Pro と取り比べてみました。なんでぜひねチェックしてみてください。音声とかね。はい、こちらインカメラでございます。14 Pro と一緒に今歩きながら撮ってます。どうでしょうか、手ぶれと
音声もね、ちょっと14 Pro は空をダイナミックレンジやっぱ持っていかれるような、いかがでしょうか、インカメラ。でも空に持っていけるな。いかがでしょうか、音とか。ぜひコメントお願いいたします。いかがだったでしょうか。ぜひね、コメントいただければと思います。顔が死んでるんですけど、変わんないかな気がします。シネマティックモードも実はね、このインカメラで使えるので、この15で今回ね、やってみたんで、チェックしてみてください。結構いいんだよね。これいいっすよね、結構ね。普通にぼかして、もうちょっと上目で、いい感じでボケてるな。木を後ろに持っていくみたいな。綺麗綺麗綺麗。もうこれでいいんじゃない？シネマティックで撮るみたいなこともできます。車体がなんか来たら、はい。こういうこともできます。いかがだったでしょうか。ぜひね、コメントいただければと思います。こうやって後ろをぼかしてね、ぼかして撮影することができるので、便利でございます。恩恵受ける USB-C を見ていきたいと思うんですけども、主になんで、充電の部分と、変わる部分としては、外部ストレージが使えます。外の、iPhone の中に容量を使わずに撮影とかできたりとか、中の容量を外に逃がすとかいうこともできます。で、あと、外部ディスプレイとしても使えると。外部ディスプレイ出力とかできる。この3つかなと思いますね、やっぱり。大きくは。はい。なんで、一旦ちょっと外部ディスプレイにですね、まず、外部ストレージなんですけど、なんで、こういった SSD にサニーエストってやつなんですけど、一応概要欄貼っとくか。挿します。今 USB-C なんで、このまま挿せます。ファイルアプリの中に、そしたら、今出てきた。このサニーウエストってやつが、この SSD の中身で、このまま普通に、これちょっとファイナルカットのファイルしか入ってないんで、使えないんですけど、ここに、例えばなんか入れるとか、こんな感じで普通に認識して、使えます。っていうのが、1個目で、で、写真入れたりとかできるのかな。消去とかできる子は。普通になんか抜いたらそのまま大丈夫なんですよね。はい。消えます。そしたら。これでこのまま動画撮影とかもできますんで、ただスピードは USB2.0 なんで、ちょっと15のモデルは遅い。で、あと、やっぱ面白いと思ったのは外部ディスプレイですね。で、ちょうど今ここにあるんですけど、はい、USB-C でつなげちゃいます、これ。なんで、このままギュッと挿しまして、逆だったわ。はい。もちろん充電もね、できるんですけど、今これ挿したんですけど、はい、今これ出てきました。出てきて、そんなにね、遅延もないですね、正直ね。ゲームとかもできるかな。有線だと。スムーズなんですよね。普通に。スムーズですよね。で、一応YouTube で、ちょっと僕の動画いこうかな。普通に今 YouTube 入ってて、なんで、横にしたら横になります、ちゃんと。さすがにちょっと周りはね、アスペクト比なんかおかしくなっちゃってるんですけど、普通にね、こういったことできんだよね。結構すごいというか、いや、これはいいよね。これなんでゲーム普通に起動したりとか、すげえな、広告になっちゃって、普通にゲームつないで、これコールオブデューティーなんですけど、こういうのもできちゃう。これはやばい。これは結構やばいです。もう一個やばいのはこの AR グラスもね、いけてしまうという。なんで、これ USB-C でね、これ以前レビューしたんで、NEXTWEAR ってやつかな。PCL さんのやつなんですけど、これつけて、そうなんだよ。これ USB-C だから、このままね、いけてしまうんですよ。ただちょっと Face ID がね、認識しないけど、これでゲーム入れると、これで、このまま、今ちょっと映ってるんですよ、実はこれ。音もちゃんと出ましたね。遅延も、そんなに僕は気にならなかったですけど、本当は多分ここにコントローラーがあれば、めちゃめちゃいいと思います。実際これ今、ゲームがここに映ってて、で、これグラスかけると、今ここに映ってます、実は。やべえな。これでやったら結構やばかったっす、正直。遅延もそんなに感じなくて、で普通にやるとこのダイナミックアイランドが、結構正直ね邪魔なんですけど、外部ディスプレイ出力するとやっぱ消えますね、さすがに消えるんでやりやすかったありです。めちゃめちゃいい。これが一番感動したかもしれない。これでなんで YouTube とかも見えます。これ結構ね、革命です。そんなにね、遅延とかも、これ実際ね、グラスかけてやった映像なんですけど、はい。っていう感じかな。はい。ということで、いかがだったでしょうか。iPhone 15ファーストインプレッションでございます。ぜひね、感想、コメントいただければと思います。こういったところ気になるよとか、ここどうなのかなみたいな、15 Pro と比べてどうですかとか、何でもいいんで、はい。なんで15 Pro の、動画とか、あとアクセサリー動画ありますんで、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。はい。あと簡単にちょっと今回ケースを、ウランツもあったな。トラスの、これプロなんですけど、一応15のモデルもあります。今回このトラスのケースなんですけど、またね、紹介しますけど、このね、リング、これマグセーフで、これでももちろんこのままカチッと、使えたりするんです。で、このウランツの三脚もめちゃくちゃいいですね、正直ね。これもね、めちゃくちゃいいです。もちろんマグセーフ使えるし、これで縦置きいけます。で、ここ回るんですよね。回りますんで、このままね、わかりますかね、こ
回ってしまいますので横でも置けます。しかも角度調整できる。でこれリングとしても使えるんで、これね結構やべえわ。めちゃめちゃいい。難点はちょっと重い気がする。ケース自体の重量はやっぱあるんですけど、いいなこれ。はい、これまたちょっと後で紹介します。はい。撮影に使ったこのウランツのやつもめちゃくちゃよくてですね、マグセーフでこれくっつくんで、こういった感じで撮影できるんですけど、でここがいわゆる三脚になってて、縦はね伸びないんですけど、角度調節とかもできるね。これここでここも動くし、マグセーフでくっつくのがいいね。はい。でこれで手持ちの時はこう持ってみたいな。で三脚置く時はこれで置いて、これ実際今日使って撮影したんですけど、じゃあいいです。はい、おすすめでございます。そんな感じでございました。この動画がぜひ良かったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたねー。いや、やっぱこの AR グラス使えるのやばい。最高です。iPhone。